こんにちは、堀口教授です。今回は皆さんから質問をいただいた100の質問をしていきたいと思います。皆さん質問してくださりありがとうございます。それにちょっと答えていきたいと思います。じゃあ、田中くん読んでくれるかな？はい、読まさせていただきます。233集まりましたね。うわ、そんなあるんですか？こう反応しろよ、お前。こういう時こそ見せ場だからな。本当にもう、光の加減がすごいけどな。YouTube のコミュニティでね、教授君から募集してもらって100問抜粋していきましょう。まずはじゃあ教授君にですね、堀口選手の今後の展望を教えてください。まずはしっかりとそのベラトールの、今年ですけど、ベラトールのベルトを巻くことですね。トーナメントあるんで、そこで優勝することです。格闘技を始めてよかったなって思うことはありますか？いろんな人に巡り会えたことですかね。堀口選手が今やっているプレステのソフトを教えてください。なんだっけあれ名前。赤色？赤色？でも、ほとんど今やってないですね。佐野さんに来てますね。どうしたら佐野さんみたいな面白い人になれますか？これは絶対ディスってるというか、いじってますね。いや、ディスってないでしょ。つまんねえな、お前ってことですよね。これちゃんと答えてください。どうしたら面白くなる？どうしたら、あんま喋んないことじゃないですか。無言キャラ、それキャラなんですか？いや、キャラじゃないです。もともとあんま喋んないです。ブラックバス最高何センチ釣りました？これ、教授君ですね。自分はあんまり測んないんで、釣ってすぐ逃がしてあげたいんで、あんま分かんないですけど、多分50以上は釣ってますね。55とかぐらいだと思う。なんでおめえこう笑ってんだよ、おめえは。何言ってっか聞こえねえんだよ。次いきます。山本キッドさんとの関係や思い出を聞いてみたいです。それよく言われますけど、別に師匠ですよね。師匠で。キッドさんってそういうおい、教授弟子みたいな、そういう感じじゃないですよね。命令いっぱいするみたいな。そうじゃなくて、キッドさんは友達みたいに接してくれたっていう感じですね。おい、教授どっか行こうよ。友達で後輩っていう感じで接してくれてましたね。次。愛犬ロイ君の名前の由来は何ですか？名前の由来は、もう忘れちゃったな。考えたんですよ。いろいろ名前考えて、で最初なんだっけな、違う名前にしようとしてたんですよ。でもロイを初めて見た瞬間、もらいに行った瞬間、写真では前々から見てたんですけど、この名前じゃないなと思って即座にまた違う名前をつけました。フィーリングで、この前までずっと考えてましたよ。あれにしようとしてたんですよ。ポパイマジ良かったね、ロイで。そうポパイにしようとしてたの。強くなってほしいみたいなさ。しかも筋肉もりもりじゃん。そしたらポパイの顔ではねえなと思ってやめた。はい。ポパイが来た。やめる。いや、ロイですね。ロイだ。そもそも犬を飼った理由は何ですか？もともと実家でピットブル飼ってて、それでこっちでも飼いたいな。せっかく自分の家買ったし、ずーっと一人でいるのも寂しいなと思って、家族を増やしたいなと思って犬を飼いました。ベラトール対抗戦仮について、ライジン選手はどこまで戦っていけるか予想をお願いします。どれぐらい通用するかっていうことなんですかね。全然通用すると思いますけどね。そんな抜粋していい選手だけ揃えりゃ、そりゃそうなるじゃないですか。続いて、以前バイクに乗りたいとツイッターでおっしゃっていましたが、何のバイクに乗りたいなどはありますか？やっぱ速い系のバイクに乗りたいんですけど、免許取ろうかなと思って勉強してるんですけど、家族全員に猛反対。それは何でですか？危ないからですね。次がコウさんに来てますね。コウさんと教授君に対しての質問かな。二平コウさんと空手で戦ったら勝てますか？全然聞こえない。僕が勝つと思います。
宇宙だ。多分空手でもまあ余裕で勝てると思うな。いや、ないね。これ決着つけましょうか。なんか企画でじゃあやりましょう。は多分今話してたらね、動画終わっちゃいますよ、これ。い。メンバーで空手やってみたみたいないいんじゃないですか。誰が一番強いか。いやいや、絶対その2人でしょ。もうどっちかに。いやいや、ケンタもいますからね。ケンタもやってあ、そっかそっか。いや、女の子はもうダメでしょ、もう。話にならないですよね。いやいや、それを無理やりやらせるチャンネルです。はい、じゃあ次いきます。ライジンライト級のホベルト・サトシ・ソーザ選手についてどう思われますか？いや、もう、まあ、強い選手ですよね。全然強い選手だと思いますよ、マジで。やっぱ自分の得意で、なんだろう、寝技だったり、打撃だったりを、ちゃんとしてる強さを持ってるから、まあ結構、いい線まで、どこの団体行ってもいると思いますけど。キッドさんの指定時代はどのような生活、練習、心境だったのか知りたいです。まあ、心境はいつも変わらず、今も変わらず、ずっと練習してて、強くなりたいっていうのを求めてて、で、まあ、私生活は、まあ、その時自分寮に住んでたんですけど、キットさんが持ってた一軒家で、寮とジムのもう行き来、練習行って、で、ジム番やって、ジム閉めて、寮帰って寝てっていうのをずっと繰り返してて、で、週末だけ群馬に金がないのに新幹線で帰って釣りばっかりしてましたね。っていう感じ今とほとんど変わらない感じですかね。何も変わんないんですよ。だから、まあ、キッドさんとはすごい仲いいっていうか、仲いいっていうんですかね。結構リスペクトしててくれてて、はい。ありがとうございます。はい、続いて、若松選手対アドリアーノ選手の勝敗予想をお願いします。まあやっぱり勝敗予想、難しいですけど、まあアドリアーノが勝つと思いますね、自分は。まあ、アドリアーノはやっぱりどんな総合格闘技をできるんで、まあ、アドリアーノの方が分があるかなと思いました。これは新潟県にお住まいの人からかな。堀口教授さんは新潟県に来たことはありますか？ありますよ。よく、まあ、小さい時とかは群馬から新潟まで海入りに行ってたりとかしてましたね、家族で。次はコウさんへの質問かな。四大伝統派空手について分かりやすく説明してもらいたいです。またちょっと宇宙からコウさんお願いします。自分の流派なんで何ちょっと詳しく説明できないです。お前先生だろ、お前。パスでお願いします。はい。なんでね、なんで型が違うとかさ、その流派がある。ああ、そうだね。まあ流派ごとに、四大流派ごとに型の形も全部違くて、打つ方も名前が一緒の方とかでも形が違ったりとか、そんな感じですかね。派生とかじゃなくて、もう入り口から違う感じなんですか？あ、そうですね。はい。まあでも基本は一緒じゃない？基本はでも受け方とかちょっと違うじゃない。ああ。でも多分空手やってる人たちもそこまでその先生が教えてくれるわけじゃないじゃない。あ、まあ。四大流派、ここが違います、ここが違います。まあ、そうだね。先生にもよる。なかなか難しいですね、この辺は。確かに。続いて、教授君ですね。ポイエ、ヨアンナ、ミニョス、アドリアーノなどの ATT メンバーの選手としての魅力をお聞きしたいです。一番仲いいアドリアーノ。アドリアーノの魅力は、まあ、打撃、寝技がすごい得意で、まあ、どっちかっていうと寝技が得意なんですけど、しっかりした柔術をベースに持ってるんで、そこまでの組み立てがうまいのかな、そこを見てほしいなって思いましたね。じゃあ次の質問いきます。これはね、誰への質問かわからないんで、全員で答えましょう。全員答えましょうか。掃除機と電子レンジ、どちらを先に買い替えた方がいいでしょうか？何もう一回言ってください。掃除機と電子レンジ。あ、掃除機ね。はい、アドバイス欲しいみたいですね。じゃあ、ケントさんから。これは電子レンジっすね。サン君。電子レンジ。コウさん。掃除機です。教授お願いします。まあ、俺も掃除機かな。僕も掃除機ですね。はい。3対2だね。3対2で掃除機ということで。そうだね。
はい、サティアンさん、おめでとうございます。続いて、教授ですね。正直、セクシャルモンスターっていうあだ名気に入ってますよね。全然気に入ってねえよ、何言ってんの。そのかけらもねえじゃねえか、この野郎。正直、クレベル選手の打撃などはベラトールで通用すると思いますか？まあ、打撃だけ取ったら、ね、総合格闘技だから、寝技があって、打撃があってっていう風なので、全然クレベルさんは普通に通用すると思いますよ。そのベラトールでもどこ行っても。はい、次、堀口選手は軽快なステップで入場してくるのが印象的ですが、ああやって入場しようと思った経緯を知りたいです。経緯、気の向くままに。ジャンプして体温めて、結構あそこ寒いんですよ、会場って。夏だったらクーラー効いてて。誰か来た？ピンポンって言った？俺んち？ウーバーイーツだ。なんなの顔。意味わかんねえんだけど。ウーバーイーツ頼んじゃった。頼んでたかい。そんな。食べながらやっていきますか。これ、教授君に聞いてみたいですね、僕個人的にも。はい、どうやったら人に優しくできますか？優しくするのはやっぱりハート。やっぱりね、人のことを考えて、自分がやられて嫌だなってことを人には絶対にやらない。そういうこと。めちゃくちゃやってるよね。いや、やってないよ。俺はただ単にいじめじゃなくていじってるだけだ。そう、みんなそれはもう気づいてるけどね。こうとか嬉しくてしょうがないでしょ。だっていじられたら。嬉しくねえよって。ああ、そっか。日本のバス釣りスポットを教えてください。全然わかんないですよ。はい、じゃあ次いきます。PS5 買いましたか？買ってない。買った人いる？買った人。あれないんだ。手に入んないですね。在庫もないみたいで。あ、俺買ったわ。持ってるの？あげちゃった。なんだ？なんか、難しかったから。本体ごとあげたんですか？そうです。なんて言うんだっけ、コールオブデューティー。そう、もっと簡単なんかなと思ったら、全然もう、ギャンギャンやられて、あげました。誰に？友達に。優しすぎだろ。優しすぎっていうか、もう、俺には合わねえと思って。次いきます。教授君に、強さの秘密は？そのものを好きなことじゃないですか。強くなりたいっていうのは好きっていう、格闘技が好きっていうのが、やっぱ多分、何でも好きなものって突き詰めるじゃないですか。そうじゃないですか。格闘技は何歳まで続けたいですか？まあ、今思ってるのは40かなと思ってますね。40で引退しようと思ってます。あと9年ですかね。はい。続いて、ATT に行こうと決めた当時、ご両親の反応はどんなものでしたか？反対されたりしましたか？全然反対はされなかったですね。でもやっぱ空手ができなくなるのと、あとは、まあ1回でも経験でいいんじゃないみたいな感じで言われましたね。次、22歳です。今から総合格闘技始めるのは遅いですか？何にもやってないんですよね、多分その聞き方だと。何でも、なんだろうな、何でもできないってことはないですけど、まあ本当に突き詰めるんだったら、きついものもありますよね。でもできないことはないです。はい、今までで一番楽しかった試合は誰との試合ですか？また一番やりにくかった相手も教えてください。楽しかった試合？楽しくねえからな、試合って。まあでも天心君との試合は楽しかったかな。それぐらいかな。逆にやりにくかった相手はありますか？やっぱりクレイジー時代にいた時の井上学さんだっけな。すごい打たれ強くて、ずっと組んできたんですよ。で、やっぱ組む対処法をそんなに知ってなかったので、その方が一番、やりづらかったかなと思います。セカンドの二平先生の良さは？やっぱりもともと自分のちっちゃい頃の空手とか知ってるし、動きのいい自分を知ってるし、そこですかね。そこが一番なんだろうな。やっぱりこっちにアメリカにいて忘れちゃいがちなやっぱ空手の動きだったりとかあるんで、そういうのを思い出せるっていうところですかね。あとはいつも冷静でひげが生やしてることかな。とのことですが、いかがですか？これ、ヒゲ冷静ですかね？冷静に生えてますか？
まあでも、冷静に吐いてる。何冷静に吐いてるってお前が言ったんじゃねえか。ね、なるべく京司君がいい状態になれるようにっていうんで考えてやってます。ヒップホップは聞きますか？いやー、最近全然聞かないですね。昔は聞きましたけど、全然聞かないですね、最近。はい、今一番欲しいものは何ですか？欲しいもの、車、トヨタのフォーランナーっていうやつにしようかなと思ってます。格闘技以外での目標はありますか？目標映画画かと思ったわ、今。特になし。マイタイムとの出会い、思い入れを教えてください。マイタイムは結構昔試合前に好きな選手のハイライトの試合とか見てて、その時にマイタイムがちょうどこう流れてきて、でそれでなんだこの曲めっちゃいい曲じゃんっていうのでそれを使い出したって感じですかね。続いて、勝てるって思った瞬間はどんな時ですか？やっぱりペースを握れた時ですよね。勝てるっていう、そこまで確信ではないですけど、いい感じになってきたなっていう感じですかね。女性の髪型、ショート派、ロング派？その人に似合えば何でもいいですね。好きな食べ物は？自分嫌いなものがないんで、その時の気分で何でも食べられるんで、豚骨ラーメン。全員行こう。好きな食べ物。俺ラーメンかな。お前一緒やんか。じゃあ肉。じゃあこうちゃんは？ウインナこいつ絶対狙ってる、受け狙い。ー。いやいや、本当に。本ウインナー、ソーセージ。いや、うまいでしょ。当に？いや、本当に。一番好きなもの。そうそう、一番好きなもの。ソーセージってお前小学生かお前。一番好きなもの、難しいな。カレーかな、じゃあ。カレー。田中は？お寿司ですね。田中は？魚です。何の魚ですか？魚。赤身。前世紀のキッドさんであれば UFC 王者になれていたでしょうか？それって難しい質問ですよね。やっぱり今現段階で日に日に技術が進化してるわけじゃないですか。当時だったとしたら、取れたかもしれないですけど、今現段階で言ったら、ちょっと厳しいのかなと思いますね。やっぱり打撃だけってこだわってるとやっぱ難しいのかなと思います。ベラトールバンタム級グランプリでペティス以外に気になっている選手はいますか？みんな強いですからね。だから本当に自分がミスすれば負けるっていう本当にピリピリした戦いになりますね、誰でも。堀口選手が苦手なタイプのファイターはいますか？そんなにいないかな、今は。昔はやっぱ寝技寝技でしつこく来る選手は苦手でしたね。今は対処法もわかるんで。田中さんはどういう経緯で参加したんですか？面白くて気になります。ありがとうございます。経緯で言うと、スキーを一緒に行ってその技術を認められたからですね。全然違うじゃないですか。経緯といっても結構複雑というか。じゃあ代わりに京司君から答えます。どうぞ。撮影で2、3回来てて、祝勝会かなんかの、田中さんいいキャラだなと思ってて、で自分の YouTube メンバーに入んないっていうことをそこで自分が言ったんですよ。そしたら田中さんがマジでいいんですかみたいな、結構食い気味できて、結構出てくれって言われるんじゃないですか、メンバーになってくれって言われるんじゃないですかって聞いたら、言われますけど京司君とこなら全然入りますみたいな感じで、上から目線にだんだんなっていい入ったって感じですかね。そんな感じだったんですよね。いや、ないわ。語弊しかないわ。後半部分カットしておいてください。いや。京司君からご招待いただいたという感じでちょっとお願いします。はい。タイミングよ。吠える。田中が嫌いなのかもしれない。ロイはなんで吠えるんですか？外で音がしたんですよ。子供につけたい名前、男女、お願いします。そんなすぐにはやっぱり考えられない。ロイも言ってるし、それはダメだ。ミット打ちの時の目線はどうしてますか？いや相手見てます。
その相手の顔を。は洋物ですか日本のですか？両方かなビビってロイが来ましたよ。はいはい。コルビー・コビントンが ATT にいた時のエピソードが聞きたいです。最初の頃は全然マスリーダーとかと仲良かったですけど、日に日にやっぱコービーが結構なんだろうな悪口とか言うんで、日に日に喧嘩になっていき、である日コービーが、ジムに入ってきて、でマスビダルが違う方から入ってきて、でこう会いましたと。でそこで喧嘩勃発っていう。それでコーチ全員止めたみたいな、そういう感じですね。空手の練習動画見たいって来てます。やりたいですよね。でもあんまできないから。こうがやっぱあれじゃない？それ見せればいいんじゃない？次、これはメンバーみんなだな。皆さんって書いてある。やることがあるのにどうしても眠たいとき、そんなとき皆さんどう乗り越えてますか？寝る。健太さんは？いや、寝ます。佐野くん。コーヒー飲んだりとかですかね。だけ寝て、その後また起きるっす。俺も多分そう。なんか 2時間とかちょっと眠気がちょっと寝て起きてやるって感じかな。これはもしもシリーズだね。もしも青木真也 VS サトシが実現した場合の試合予想をお願いします。難しいですね。どっちもやっぱ自分の形を持ってるじゃないですか。だからサトシ選手かなとは思いますけどね。ていうか同じ階級なんですか？でかいんじゃないですか？ライト級じゃない？2人。釣りがお好きとのことなので、釣りと格闘技の共通点などがあれば教えてください。なんかその何でもそうですけど、なんか共通点とかあんまり別になくないですか？なんでそれをこう混ぜる必要があるの？格闘技界でこのカードを見てみたいと思う試合はありますか？やっぱり天心君 VS タケル君じゃないですか、今だったら。拠点をアメリカに移すと決めた際にフロリダの ATT に決めた理由は何ですか？心が折れそうです。心が折れそうだった時はありましたか？またどうやって乗り越えてきましたか？堀口選手は何でもできるオールラウンダーだと思ってるんですけど、その中でも唯一自分が思うファイターとしての弱点あったりしますか？今まで対戦した相手で一番強いと感じた選手は誰ですか？